はようございます。ペイです。私たちの東北キャンピングカー車中泊旅も6日目が経過しました。そして到着した岩手県陸前高田市道の駅高田松原。ここは2011年に起きた東日本大震災で甚大な被害が出たところ。今回私たちの東北車中泊旅で最終で最大の目的地である地震・津波の深い爪痕を伝えてくれる関連施設。本日は岩手県陸前高田市と宮城県気仙沼を巡り、その想像もつかない重い教訓を学ばせていただくキャンピングカー車中泊旅7日目の模様をお届けします。よろしくお願いします。母ちゃん、今は陸前高田市の、高田の松原の道の駅に来させてもらってね。結構走りました。どれぐらい走ったかな、420-30キロ走ったかな今日。結局でもそうか、そうや、三陸道っていうのが知らずにその距離やったから100キロぐらい減ってたよね多分。350キロぐらい走りましたね全部で。大間崎をスタートして朝にで三沢空港に行って、で発食センターに行って、でそれから温泉に行って、でそこからここへ向かってきたんですけど、でも三陸道っていうのを知らずに、三陸道っていうのがあるよってご飯屋さんで教えてくれてんな、おじさんが。ナビはちょっと古くって三陸道を知らなかったみたいで、途中でね山の中ずっとなんか走ってるような状態になってたんですけど、食事をしたところのレジのおじさんが教えてくださって、そういう道があるからそれを行ったらいいよって言ってくださったんで、ここまで下ってきました。今は12時14分ですね。結構遅くなっちゃいました。もう12時回ってる。12時回ってるね。外気温はね今日はそんなに寒くなくて 5.8 度。だんだんね最初秋田とかはもうマイナスだったんですけど、氷点下だったんですけど、だんだん上がってきてね 5.8 度。もうこれぐらいになってくるとねそんな寒くないな、あったかいなぐらいな感じなんですけど、でも風が吹いてるんでちょっとね外は寒かったですね。で今はご飯食べたんですけど夜食ちょっといただいてから寝ようかなと思ってます。はい、じゃあもう少し楽しんでから寝たいと思います。おはようございます。晴れてますね。おはようございます。ただいまの時刻は7時35分ですね。外気温は3度ありますね。寝るのも全然寒くなかったですね今回は。よいしょ。じゃあ起きようと思います。おはようございます。
これから道の駅寝とるかな。道の駅いっぱい行き過ぎて分からへんくなった。そう、高田松原だいぶかかったね。高田松原の中をね見させていただこうと思います。もう朝にねこの周辺は見させていただきましたけどね、とても感じるものがありました、本当に。で今からね道の駅の中、物産館とかね見させていただこうと思います。じゃあ行ってきます。何済ましたあれとか言ってなんかカメラ向いてたらね済ましはったりねでね、カメラ止まってたらめっちゃ雑いな。あーちゃん、はい、今から朝ごはんいただきましょう。珍しくちゃんと朝から豪華に食べれますね。朝から欲張り丼です、ね、欲張り丼、本当に朝からなんかあ、ここにメニューがある、朝からこれを一つ頼んで、であともう一つがこれや、はい、欲張り丼、これを頼みました。楽しみですね。楽しみです。これがおばんざい定食で、これが欲張り三色丼。三色丼。だから適当な名前で。よし、こんな感じ。はい、じゃあいただきましょう。いただきます。じゃあいただきます。これ味かな。ちょっと違うな。なんか尻尾が赤いもん。ね、赤も。適当や。なんだろう。何の魚かな。美味しそう。ふっくらしてる。ね。これ。やっぱりなんか魚美味しいんだね、これ。美味しい。見て、こんな普通こんなの入ってないよね。うめえな。わかめ買って帰ろうかな、向こうで。やつ売ってた。売ってた。パックで。綺麗にされてるな。ちょっと売り上げも都会的な感じ。そう。ホタテは本物やな。ほんま。ホタテほなちょっと一個ちょうだい。美味しい。ホタテはやっとるやんか。ちょっと。いろいろ見させてもらって、やっぱりね胸が詰まりますね、本当に。なんかこう言葉があまり見つからないっていう感じですかね。まあ私たちも神戸の震災の時に大阪でそれを経験してるんですけど、大変なところもありましたけど、神戸ほどでは全然なかったんですけどね。今その神戸に住んでるんですけど、やっぱり地震とか津波っていうのは結構身近に感じるものなんで、本当にいろんなものを見せていただいて本当に良かったなと思います、はい。これからね奇跡の一本松を見に行こうかなと思います。
今はね海のそばに住んでるので常に津波に対しては警戒をしてるんですよね。でどこに逃げるかとかもう聞いたらどうやって逃げるかとかっていうのをねいつも打ち合わせをして、練習したりもすんねんな抱っことか言ってナギの抱っことかね、以前はね仙台系の鈴をどうやってまず逃がすかとかそういうことをよくやってたんですけど、実際ねこうやって被害を目の当たりにすると本当どうやって逃げるかなって、もうさっきも2人で言ってたんですけど、まずはもう逃げるしかないねっていう当たり前のことなんですけど、どうもね資料を読んでるとやっぱり立ち止まってしまったりとかするとか、やっぱり家族を待ったりとかっていう風にやっぱりそういう気持ちになるだろうなと思って、でもまずもし離れてたらもう一人一人でナギを連れていくっていうことでね、で待ち合わせ場所だけ決めてまず逃げるっていう風に勉強になりました。なんか思ってたのと現実って違うなと思って、とても来てよかったなと思いました。じゃあ移動したいと思います。ここは気仙沼の震災以降伝承館かな、多分そういう名前、この辺に正確な名前を入れておきますね。じゃあ行ってみましょう。母ちゃん、はい。ここに車があるね。4階建てと3階。いいな。母ちゃん、はい。来てよかったですね。なんかねいろんな映像を見せていただくと、なんともでもいろいろ勉強になりました。本当に来させていただいて本当に良かったと思います。じゃあここからなんですけど、もう予定がないんですねここまで東北旅は予定をずっと組んできたんですけど、この先はねもう帰り出していかないとちょっと間に合わない帰るのにね結構な距離走って帰らないといけないんで、一気にね走れば走れないことはないんですけど、ちょっとずつ走りながらまたいろんな景色も楽しみながら帰りたいなと思います。はい、じゃあ東北、もうちょっと東北かな、もうちょっと東北だと思いますけどね。はい、じゃあ一応ここで予定は終了しました。はい、でもまだまだ続きます。はい、じゃあ行ってきます。Why am I always my own enemy? Stronger is something I wanna be. Hope keeps on breaking on the kitchen floor. I want more than this.
I'm not good at being nice to me. Always something else I wanna be.